皆さん、こんにちは。ブログ、ジュラシックワールドザゲーム、無課金でトーナメント上位 1% に到達する方法を書いている、自称、最強無課金ユーザー、ヒロキートです。今回の動画では、無課金プレイヤーが育てるべき、コモンの恐竜について解説していきます。この動画を見れば、あなたが今、どのコモン恐竜を優先的に育てればいいのかがわかりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、よろしくお願いします。ジュラシックワールドザゲームについてさらに詳しく知りたい方はヒロキートのブログ、ツイッターにも足を運んでみてください。また YouTube のチャンネル登録もお願いします。この動画を見ている方のほとんどは育てたい恐竜がいるのに DNA が足りなくて悔しい思いをしたことがあると思います。また初心者の中にはそもそもどの恐竜を育てればよいかわからない人もいると思います。私、ヒロキートも最初はどんな恐竜を育てていいかわからず、かっこよさそうな恐竜ばかり育てていましたが、恐竜を育てていくうちに、この恐竜って実はそんなに強くなかったんだと、がっかりすることがよくありました。その恐竜に費やした DNA や餌をもっと有効な恐竜に回せたら、もっと効率よく強い恐竜を揃えることができたと思います。今回の動画では DNA のような貴重な資源を無駄にしないためにゲーム終盤まで活躍できる恐竜を紹介していきます。ゲーム終盤まで活躍できる恐竜を知ることができれば貴重な資源をそこに集中投資することでゲームを有利に効率よく進めることができるようになります。それでは恐竜の紹介に移りましょう。まず今回選定した恐竜たちはスーパーハイブリッド種の元となる恐竜になります。スーパーハイブリッド種とは、レベル40のハイブリッド種と SDNA を融合させた恐竜で、現在9種存在しています。スーパーハイブリッド種は、その強さ以外にも、負荷、融合、バトルクールタイムが、通常のハイブリッド種と比べて短いのが特徴です。SDNA と融合させて、スーパーハイブリッド種を作るためには、レベル40のハイブリッド種を用意する必要があります。そのため、どの恐竜がスーパーハイブリッド種の元になるのかを早い段階から認識し、その素材となる恐竜を手厚く育てていくことをお勧めします。今回はスーパーハイブリッド種の素材となる恐竜の中でもコモンについて紹介していきます。最初に紹介するコモン恐竜はペレカニミムスとハツェゴプテリクスです。この2つの恐竜を融合することにより、ハイブリッド種ペレカニプトレクスを作ることができます。ペレカニミムスの基本情報はこちらにまとめています。こちらの表には、基本的な恐竜の情報はもちろんのこと、その恐竜を元にしたハイブリッド恐竜の情報も載せています。恐竜を入手するためのアンロック条件、レベルマックス時の能力、負荷、生成コイン、必要な餌の量、レベルごとのバトルクールタイム、そして融合時に必要な DNA や時間も載せています。最後に、おまけとしてメモ情報も載せています。ハツェゴプテリクスの情報はこちらになります。アンロック条件は揺らぐ大地となり、その他の情報は画面を止めてご確認ください。こちらは、スーパーハイブリッドの作り方をまとめた図になります。先ほど紹介したペレカニミムスと融合してペレカニプトレクスになりますが、そこからさらにトゥパンダクティルス SDNA と掛け合わせるとスーパーハイブリッド種ペレカクティルスになります。言い換えるとスーパーハイブリッド種ペレカクティルスはハイブリッド種ペレカニプトレクスが元になっているので、レベル40のペレカニミムスとハツェゴプテリクスを用意する必要があるということです。次に紹介するコモン恐竜はディプロカウルスです。アンロック条件はバトルステージ11となります。ディプロカウルスはイリタトルと融合するとハイブリッド種ディプロタトルになります。ではスーパーハイブリッドの作り方を確認しましょう。まずはステップ1でディプロタトルを作ります。そして次にステップ2に移ります。ディプロタトルはサルコスクス SDNA と掛け合わせるとスーパーハイブリッド種ディプロスクスになります。逆算するとスーパーハイブリッド種ディプロスクスはハイブリッド種ディプロタトルが元になっているので、レベル40のディプロカウルスを用意する必要があります。
次は超有名人気恐竜トリケラトプスです。トリケラトプスはハイブリッド種ステゴケラトプスの元になります。アンロック条件はチュートリアルを終えるだけとなり、孵化時間も融合時間も全恐竜の中で最短になります。ただハイブリッド種ステゴケラトプスにするためにはスーパーレアのステゴサウルスと掛け合わせる必要があるので、これが意外と大変です。ステゴサウルスはストーリーミッションを進める際にも必要な恐竜なので、早めに準備しておくことをお勧めします。ではスーパーハイブリッドの作り方を確認しましょう。先ほど紹介したようにトリケラトプスとステゴサウルスを融合するとハイブリッド種ステゴケラトプスになります。ステゴケラトプスはモノロフォサウルス SDNA と掛け合わせるとスーパーハイブリッド種モノステゴトプスになります。こちらも逆から見てみるとスーパーハイブリッド種モノステゴトプスはハイブリッド種ステゴケラトプスが元になっているので、レベル40のトリケラトプスを用意する必要があります。最後にご紹介するのはユタラプトルです。ユタラプトルはハイブリッド種スピノラプトルの元になります。ユタラプトルのアンロック条件はユラグ第一となり、3種類いるコモンの肉食恐竜の中では最も強い恐竜に該当します。ユタラプトルはスピノサウルスと融合させるとハイブリッド種スピノラプトルになります。スーパーハイブリッドの作り方を確認してみると、スピノラプトルはカプロスクス SDNA と掛け合わせるとスーパーハイブリッド種スピノタスクスになります。スーパーハイブリッド種スピノタスクスはハイブリッド種スピノラプトルが元になっているので、レベル40のユタラプトルを用意する必要があるということになります。いかがだったでしょうか。以上がヒロキートがおすすめする育てるべきコモン恐竜5体になります。今回紹介した恐竜をこちらにまとめたので、最後にもう一度確認してみましょう。最初に紹介したのはペレカニミムスとハツェゴプテリクスでした。これらの恐竜はスーパーハイブリッド種ペレカクティルスの元になります。次に紹介したのはディプロカウルスです。この恐竜は最終的にスーパーハイブリッド種ディプロスクスになります。その次に紹介したのはトリケラトプスでした。こちらも最終的にはスーパーハイブリッド種モノステゴトプスになります。そして最後に紹介したのはユタラプトルです。この恐竜は最終的にスーパーハイブリッド種スピノタスクスになります。以上のことからコモンで優先的に育てるべき恐竜はペレカニミムス、ハツェゴプテリクス、ディプロカウルス、トリケラトプス、そしてユタラプトルになります。以上が育てるべきコモン恐竜5000の紹介になります。ぜひこれから育てる恐竜を選ぶ際の参考にしてみてください。次回の動画では育てるべきレア恐竜を紹介します。楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは素敵な恐竜ライフを。この動画の完成直前にペレカクティルスを想像することができました。スーパーハイブリッド種を作る様子でこの動画を締めくくろうと思います。